んにちは、はるかです。まいです。はい、ということで今日もまた早速まいちゃんと一緒にコラボ動画を踊っていきます。出過ぎじゃない私大丈夫ね、もう本当に毎月まいちゃんがコラボしてくれてるような状態でもうみんなまいちゃん覚えてくれたんじゃないかなと思います。覚えてください。はい、いつも登場してるまい先生です。お願いします。お願いします。で、今日なんですけど、なんとこの動画の最後にまいちゃんのレッスンのお得な情報を皆さんにシェアします。はい、ということでぜひ最後まで楽しんでいてください。で、今日の動画なんですけど、今日はまいちゃんとフリートークということで、夏何するとか、私最近誕生日だったんですけど、そんなお話をしてます。ぜひぜひ聞いてみてください。それでは行ってみましょう。はるちゃん最近誕生日だったやん。そうなんですよ。いや、お祝いありがとうございました。いやいや、全然何したんですか？誕生日当日はね、まいちゃんとまいちゃんと一緒にスポッチャ行ってね、めっちゃ遊んだね。遊んだね、めっちゃ遊んだ。スポッチャってラウンドワンっていうところにある、そのいろんな競技が楽しめるアミューズメントパークみたいなとこなんだけど、ね、そこで本当に8時間くらい、じゃあもうちょっと少ないか、7時間ぶっ通し7時間ぶっ通しかで、もう遊びまくって全身バキバキの筋肉痛。本当に次の日やばかったよね。動けなくてさ、痛すぎてベッドから起きるのめっちゃ嫌だった。そう、パソコン重っみたいな。わかるやばかった。やばかったね。だってさ、あれだよね、バドミントンとかテニスとかも結構ガチにしたし、バッティングだからあとピッチングもしたでしょ。でバレーもしたでしょ。そうだね。バスケもした。でなんかインラインみたいなやつもしたし、ゴーカートもやったし、普通にゲームもいろいろやったし、すごかったよね。そうだよね。まあそりゃ疲れるよね。はい、もう汗だくでね。本当に、しかもあれだよね、わざわざ着替え持ってってさ、汗かいてもいいよな。そう、もっと学生みたいな遊び方して。本当にそうね、めっちゃ楽しかった。めっちゃいい誕生日になりました。よかったです。で、そうだね。で、夜は2人で飲みに行ってね、もうめっちゃ汗かいてめっちゃお腹空いてさ、で、私たちそのニノニってね、福岡のチェーン店の居酒屋の、お気に入りのねがあって、行きたいからって言ってチャリで20分くらいかけて行って。そうだ、チャリで行ったわ。やばくない？スポッチャからね。元気すぎるんだよね。元気すぎる。7時間運動した後にチャリで20分かけて行って、ちょっと待ったよね。しかもそう30分1時間くらい待って、でやっと入れたと思ったら、もういっぱい注文して一気に食べて、そうだから乾杯したけど飲まずにずっと食べたよね。そうだね、ずっと食べてた。そうだった。もうしかもさ、食べた後さ、あれだよね、デザート食べにさ、また2軒目みたいな行ったよね。2軒目行ってケーキ食べに行った。食べ過ぎだよね。だってこんな食べれるかってくらいニノニで食べて、そうもうお腹いっぱいだよね。で次どうするみたいな。甘いの食べた。しかも私ちょっともう最後苦しかったし、ケーキチーズケーキね。そうだった、重いかもみたいな。そんな感じでね、すごいいい誕生日に。すごかったね。もうだって昼の12時、お昼ご飯も一緒に食べてるから。そうだよ、オムライス食べた。そうだよね。だから12時から夜それこそ終電ぐらいまでいたよね。そう、だから夜も12時くらいまでずっと一緒にいんの。学生若いよね、遊び方が。本当にそう。楽しかったね。でもね、めっちゃ楽しかった。ね、やっぱああやってね、たまには体を動かして遊びたいよね。いやー、そう、本当に。でも誕生日そんな感じで、プレゼントとかは何もらったの？プレゼントはハン君、その彼氏のハン君からはスーツケースをもらって、そう、なんか別にスーツケースをハン君に欲しいとか言ってなかったんだけど、私がそのスーツケース10年くらいずっと同じやつを使ってるっていう話は前、もうほんとめっちゃ前にしてて、だからなんか多分それを覚えててくれて、で今回めっちゃ可愛いね、なんか水色とオレンジのなんか可愛いスーツケースをプレゼントしてもらった。めっちゃいいじゃん。しかもさ、あれだよね、なんか覚えててくれてるのも嬉しくない？嬉しいよねっていうのをさ、そうずっと使ってるって言ってたよねみたいな感じで、そうプレゼントもらって、あとは友達からリファっていうね、ちょっと概要欄にリンク貼っときますね。とかのね、あれだよね。そうなんか女の子がめっちゃ好きなブランドがあって、でそれのシャンプーとトリートメントと、あとはお風呂上がってからつけるトリートメントのセットみたいなやつと、めっちゃいいじゃん。そうやばいよね、ああいうの女子力が上がる。確かにね、そういう女子力グッズとか、あとは冷凍の餃子。そう、なんか札幌の有名なお店の餃子らしくて、で私、北海道ももちろん行ったことないから知らなかったんだけど、はるちゃん北海道行ったことないの？行ったことないよ。ない。そうなの？そう
私北はあれ東京止まりだから東京より上行ったことない。人生損してるわ。いやマジでマジで東北めっちゃいいし、北海道もめっちゃいいよ。そっか、舞ちゃんはさ関東だからさ、元が。そうそう、近いんだよね、どっちも別に。そうだよね。自分のお父さん側のおじいちゃんの家が、岩手なのよ。だからよくスキーとかしに行ってたから。めっちゃいいじゃん。そう、東北は結構好きなんだよね。行きたいんだよね。北海道行こうよ、一緒に。行きたい。行こう行こうだって私やっぱまあ島根県だから中四国はめっちゃ行く、で関西もめっちゃ行くけど、そうだね、島根からまず行きやすいところが中四国関西くらいまで、そっから上はもうねなかなか行けないんだよ。そうだよね、しかもさ東京にいればさ、その飛行機とかもいろんなとこに出てたり新幹線もこうやって行けるけどさ、大阪とかその辺だと乗り換えとかそうだね、必要だったりするよね、多分上の方に行くってなったら、ちょっとめんどくさいかもね。そうだからまだ全然行ったことないからね、行きたいんだよね。そうでもそうなんだ、まあ、その北海道の餃子をもらってまだ食べてないんだけど、ちょっとそうそれも今度食べてみようかなって。北海道ってあんま餃子有名なイメージないけどね。そうだよね、やっぱ宇都宮とか、それこそ福岡とかね、鉄鍋餃子とか、そうだね、餃子が有名なエリアってあるじゃん、だから北海道かって思ったけど、その友達も北海道の人だし、まあなんかそれで実際に食べて美味しくておすすめだからあげるって言ってくれて、そう嬉しい。めっちゃ地元の人が言うのは絶対外れないよね。そうわかる、そういうのが一番美味しいからかな。であとお姉ちゃんからはリュックサック、そういいね。なんか私がもともと最近そのパソコン使った仕事を始めてるっていうのを知ってるから、まあパソコンを持ち歩けるように、でしかもそのいろんなところに行けるような働き方だから、そのスーツケースにこうつけることができるリュックを買ってくれて、そうだからその、まあ、こんな感じガチャンってつける感じ。ガチャンってつけるんだ。そう取っ手のところに。そう面白いね。そんなやつをね買ってくれたの。めっちゃいいじゃん。じゃあ一緒にこうやってセットで使ってね。そうだね。だからもう旅行セットが完成した。最高じゃない？早く旅行行きたいね。そう。で私たちさ今度さ沖縄にワーケーション行くじゃん。そうだ。そう沖縄に舞ちゃんと一緒にワーケーションって言ってワーク×バケーションっていうまあ働きながら旅行も楽しむみたいな働き方をしにちょっと沖縄に一緒に行くんですけど、ちょっとその時にね持っていこうかな。そのセットで来る？そうしようかな。来て、それで。本当？じゃあそれで行く。見たいもん。ね、ちょっと自慢するわ。こんな感じで来ました。いいね。そうなんだ。そうね、沖縄楽しみだね。楽しみだよね。ワーケーション初めてか？初めてかも。初めて？お互いじゃあ初めて。初めてかもしれない。もう本当にね、あとちょっとで行くから、めっちゃ楽しみで。楽しみ。早く行きたい。ね、沖縄って行ったことある？沖縄ね、高校の修学旅行で1回行っただけかな。めっちゃいいな。修学旅行か。うわ。はるちゃんは？私は社会人になった時に、1回会社のメンバーでみんなで行こうってなったけど、台風がかぶってたっていうのもあるし、那覇の空港から、そのクライアントさんのホテルだけ行ったの。そうなんだ。だからもう1泊2日で、短い。そう、昼過ぎ2時くらいに着いて、でホテル行って泊まって、でまた次の日のお昼過ぎくらいの飛行機に乗るだけだから、もう本当に何もしてない。そっか。でそれはちょっともったいないね、せっかく沖縄行ったのにね。でしょ？で朝昼夜全部ホテルでご飯食べたから、もう本当に沖縄に行ったって言っちゃいけないくらい。確かに1ってカウントしちゃいけないよね、あんまり。そうだからね、結構楽しみ今回。そっか。じゃああれだね、やりたいこととかさ、行きたい場所とか食べたいものとかリストアップしていかなきゃね。そうなんだけど、私あんまり夏が得意じゃないというか、暑いのが嫌いだよね、はるちゃん。私冬が好きだから、だからねちょっとねドキドキはしてるんだけど、それこそなんかまあ車とかで、なんか沖縄せっかくなら那覇以外も行ってみたいなっていうのもあるし、食べたいものもあって、私A&W っていうハンバーガー屋さんに行きたくて、そうなんかチェーン店なんだけど、それこそ日本の本土にはなくて沖縄とかにしかない日本の中。そうなんだ。だからねなんかそこのそのハンバーガー屋さんは行きたいなっていうのと、あと沖縄って何が有名なんだろう。いろいろあるけどね、なんか沖縄そばとかさ。確かに。沖縄そば食べたい。沖縄そば食べたい。食べたことない？ない。
私一回、高校の修学旅行で、まあ有名だからさ、食べてみたんだけど、あれ味がちょっと薄いんだよね。そうなんだ。優しい味してるのよ。へー、そんな感じなんだ。だから、あんまり美味しさがわかんなかった。やっぱまだ、高校生とかだとさ、がっつりしたものが食べたい時期じゃん。確かに。そうそう。だから、あんまり美味しさわかんなくて、多分今だったら美味しいって思うんじゃないかなって思うから食べたいかも。確かに。いや、そういう優しい味ってさ、だんだんその良さ分かってきたよね。そうなの。ね、私もなんかこの2年くらいかな。わかる。なんか、あ、体に染みる味ってこんな感じなんだ、みたいな。でもさ、年取ったなって思うよね。思うよね。だってさ、今まではさ、唐揚げとかさ、ラーメンもさ、なんか豚骨とかさ、ハンバーグとかだったのに、最近うどんとかしかもさ、ハンバーグとか食べるんでもさ、サラダもちょっとみたいな。そうそうそう。そうちょっと箸休め欲しいみたいな。葉っぱがないと食べれないみたいな。わかるわかる。そうなんだよね。味噌汁って美味しいってなってきたもん。そう、前までは丼だけでよかったんだよね。カツ丼とかさ。でも、ちょっと汁物欲しいかもみたいな。欲しいよね、今。わかるわ。なんだろうね、これ。こうやって変わっていくんだね。いや、ほんと。だから味覚多分変わってるから、前はあんまり、ゴーヤチャンプルとかもさ、有名じゃない？嫌いなんだ、その顔。ちょっと苦いのが。いや、私も、あんまり苦いの好きじゃなかったけど、多分今食べたら美味しいと思う。ゴーヤか。ダメ？ちょっとハードルわかんない。でも、最後にゴーヤ食べたのも、多分中学校くらいで、もう苦すぎて、食べれないってなったけど、大人になってからは一口も食べてないから。トラウマがね、あるからね。一回でも挑戦してみる価値はあるよね。そうだよ。だしさ、なんか、その土地で有名な食材とかって、その土地では美味しいけど、他のところではちょっと美味しくないとか、海鮮とかもよくあるじゃん。もしかしたら、だからそこで食べたら美味しいかもしれないよ。確かに。まあ、一口食べてみる。全然乗り気じゃない。ちょっと一口食べてみてから決める。そうだね、そうだね。そうだね。あとは、ブルーシールだっけ？アイスね。そう。あれもね、なんか沖縄といえばじゃん？そうだね。あれも確かに。そう。だから、ブルーシールも行ってみたい。なんか、たまにコンビニとかスーパーで、カップに入ったやつ売ってるんだけど、あるね。バニラとか、クッキー&クリームとか。違いますね。だよね。違います。絶対沖縄は。味がね、あるね。なんだっけな。塩チンスコー味？チンスコー有名なの知ってるでしょ？塩チンスコーの味のアイスなよね。めっちゃ美味しそう。ちょっと塩っぽい感じの味だったり、あと紫芋タルトとかも有名じゃん。紫芋味のアイスもあるし、確か。そういうのがあった気がする。めっちゃいいね。そういうの食べたい。食べたいね。暑いしね、せっかくならそういうの。いやでもちょっとデザート枠だったらちょっと忘れちゃいけないのがあります。何？サーターアンダギー。出た！揚げドーナツ。そう。揚げたドーナツでしょ。あれね、美味しいんだよ。美味しいんだ。なんかさ、美味しいよ。揚げたドーナツだからわざわざ食べるって。ただのドーナツだと思ってるでしょ、今。ダメだね。ダメだ。ダメ。食べた方がいい？食べた方がいい。じゃあ絶対食べさせるよ。期待しとくわ。でもちょっと楽しみ。自分だったら絶対食べないからね。いや、そういうのが楽しくない。やっぱ人と行くとさ、そんなの食べるのとかさ、なんかそんなとこ行くのみたいなところがさ、一緒に行けたりするじゃん。面白いよね。ちょっとじゃあそれは食べましょう。あと、あれかな、パイナップル。確かに南国って感じだよね。なんか沖縄結構パイナップルのイメージがあるかな。そうね。あとはね、なんかあれ食べたことないんだよね。海ぶどう？プチプチしてるやつ？そう。食べたことある？一回食べたことある気がするけど、それもさっきの話と一緒で、あんまり好きじゃなかったんだよ、前は。そうなんだ。食感も好きじゃなかったし、味も好きじゃなかったけど、その時は、まだお酒を飲む年齢じゃなかったんだよね。だから、あれってなんかお酒と一緒に食べると美味しいみたいな聞いたことあるから、イメージある。もしかしたら、それで食べたらいいかもしれない。確かに。いや、そうだね。なんかそこら辺もね、なんか挑戦したいな。そうね。いろいろせっかく行くからさ、まあ食わず嫌いあんませずにさ、食べてみたいよね、いろんなもの。あと、まいちゃんなんかさ、しゃぶしゃぶ食べたいって言ってなかった？そうねえ。忘れてた。アグー豚。そう、アグー豚。そう。アグー豚のしゃぶしゃぶが、結構さ、YouTube とかで Vlog 上げてる人が、沖縄に行ったりしてるやつを見るんだけど、アグー豚のしゃぶしゃぶが美味しいって言ってる人が結構いて、何それって思って、知らなかったけど、美味しいらしいよ。ちょっと気になるんだけど。ピックアップしてるから。すごいね。いや、すごいわ。絶対行こう。あとさ、なんだっけ、ポータマ
ポータマのおにぎりなんかポークと卵。あ、そう、なんかスパムみたいな。好きそう、はるちゃん。絶対美味しいと思うよねそれ。なんかおにぎりってさ、普通三角とかだけど、おにぎらずってあるじゃん。あるね。あんな感じで、なんかこう、おにぎらずっていうのが握らないおにぎりのこと。なんか挟んである感じだよね。そうそうそう、サンドイッチみたいにこう畳むっていうか、海苔にご飯乗せて、具材乗せたらこうペタンって畳むだけみたいなやつがあって、それのなんか形なんだけど、ポータマのおにぎりっていうのがあって、ちょっと写真こんな感じで出しておきますねこんな感じのやつをなんか食べれるみたいな、なんか沖縄の有名なものなのかな。そう、なんか結構インスタとか見てたら出てきて。そうなんだ、知らないかも。なんかね、ちょっとそういうのも気になってはいる。ポータマ、あれだよね、さ、なんだっけ、スパムも有名じゃない？確かに確かに。スパムとか、あとラフテー。ラフテー豚肉有名なのかな。確かにアグー豚も。そうそうそう、そうなのかもしれないかな。ね、ちょっといろいろ調べてね、いろんなことしたいよね。そうだね。かな。あともう一個行きたいのが、私、沖縄のスーパー行ってみたくて。地元の人が使うようなとこって楽しいよね。そうそう、なんかさ、それこそ今福岡住んでるけど、私たちが今からじゃあ広島のスーパーに行きましょうって言っても、そんなに違いはないと思うんだけど。そうだね。なんだけど沖縄ってもう気候が違うから食材も違うんじゃないかなっていう。確かにお魚とかも違いそうだし、違いそうだね。フルーツとか野菜とかもちょっとさ、変なサイズが売ってたりとかさ、色がちょっと違ったりとかしそうだよね。だからなんかそこら辺がちょっと気になってて、沖縄のスーパーは行きたいかな。面白いかもしれないね。海外とかもだけどさ、スーパーって面白いじゃん。面白い。ほんとなんか観光地だけでは分かんないその土地の特徴とかが見えてくるよね。結構リアルじゃん。行こう行こう。そう、行きたいよね。だから沖縄はスーパーも行きたい。なんかさ、ワーケーションとは言ってるけどさ、1日くらいはさ、がっつり仕事から手離してさ、遊びたいよね。そうだね。せっかくだから1日もオフにして遊びたいね。なんか行きたいとこある？どうだろうな。私は結構夏好きだし、外にいるのも好きだから、そうそうそう、全然どこでも行きたいというか、普通に観光、海の方とか、やっぱ沖縄の海綺麗だからさ、島とか行ってみたいな、ダイビングとかでもいいなとか思うけど、はるちゃんはあんまり好きじゃないもんね。そう、だけど、私も結局海で育ってるというか、漁師町の出身だから、海はめっちゃ好き。なんだけど、私はもともと日本海が見えるその方だから、なんて言うんだろうな、砂浜とかじゃないの、もう岩場で冬になると海が黒くなってザブーンみたいな、ほんとなんかよく日本の浮世絵とかに出るような海しか見てこなくて、だから沖縄の砂浜とその先の海みたいなのはちょっと見たいなっていう思いはある。めっちゃ綺麗だと思うよ。だってエメラルドグリーンでさ、一回見たくない？一回見たい。あれかな、それこそなんかサンセットとか見たいかも。あ、いいじゃん、サンセット。なんかさ、そういうのが見れるところで、車止めて、ちょっとこう冷たいドリンクとか買って、めっちゃいい、やりたい。そういうのしたいよね。したいかな。沖縄行ったら、うわ、いいじゃん。なんか一日車借りて、昼間の暑い時間は例えば水族館とかに行って、有名じゃん、美ら海水族館とかに行って、暑いからね、中で涼しく過ごして、で、ご飯とか食べに行って、で、帰ってきて、サンセットの時間に合わせて、そっち行くみたいな。海の方に。あ、めっちゃいいね。あ、めっちゃいい。楽しそう。決まったかも。プラン完成。それで行こう。めっちゃ楽しそう。水族館も行きたい。私結構好きなんだよね。あ、水族館好きなんだ。好きだよ、私。お魚見るのも好きだしね。そうなんだ。水族館行くとさ、私、お魚の知識があんまりないからなんだけどさ、なんか、この顔ちょっと、誰々に似てるよねとかさ、美味しそうだよねとかさ、なんか可愛いとか可愛くないとかそういう話ばっかりするんだけど。美味しそうとかもう絶対言われたくないよ、魚側。そうだよね。でもわかる、なんかたまにめっちゃ油が乗ってそうなアジとかサバとか泳いでたらあるでしょ。美味しそう。そうそうそう。塩焼きかなみたいな。あとちょっと焼き方まで考えてんの。たまになんかすっごいブサイクなさ、顎がしゃくれてるさ、魚とかいるじゃん、深海魚とか。それ見て、うわー、ブサイクーとか言ってる。でも可愛いやつもめっちゃいるよね。いるいる。ヤドカリとかも可愛いし。あ、来る来る。そう。そう。あ、でも水族館いいね。てか、舞ちゃんめっちゃ夏好きよね。本当に。めっちゃ好き。大好き。もう昔からだね。今年夏なんかしたいのとかあるの？花火お祭りでしょまず。あと手持ち花火したいかも。あー、わかる。
それはわかる。それはめっちゃわかる。夜だからでしょ。そう。そんな暑くないから。そう、暑くないし。手持ち花火はね、いいよね。それこそエモくない？エモい。エモいって皆さんわかりますか？これ、説明できない言葉なんです。エモーショナルから来てはいるよね。そう。来てはいるんだけど、ちょっと違うか。いや、わかんない。なんかさ、何でも言えちゃうようになってきたよね、最近。どういう時にはるちゃんは使う？なんか、エモいは、なんて言ったらいいかな。例えば、卒業アルバムとかを見返してた時も、エモいなって思うし、はいはいはい。あとは、フィルムカメラで撮った写真とかもエモいし、あと、まあそうやってなんか花火とかもエモい。エモーショナルから来てるんだけど、大して感動してない時も使う。なんかさ、あれだよね。懐かしいっていう方が、ノスタルジック？懐かしいとか、あと、ちょっと、物悲しいとか。確かに。儚い。日本語で言うとね。儚いとか、ちょっと物寂しいじゃないけど、っていう、何か懐かしむような感じ？名残惜しい時とか、その花火とかも消えちゃうじゃん、絶対に。なんだけど、その儚い、切ない。そう、光ってる時間短いんだけど、それがすごい綺麗で、その瞬間を楽しんでる私たちもエモいみたいな。なんかさ、もう終わってしまって戻ってこない時間のこと言ったり、もうすぐ終わってしまう未来が見えてる時に使うな。夕日とかもさ、もう沈んじゃうみたいな、この沈む前のここがエモいみたいなさ、感じだよね。そう、これ、一言でさ、なんか言えないよね。そう、でもエモい。花火したい。花火したいでしょ？ねえ、ちょっとやりたい。それは絶対やろう。急に乗っかってきた。私、夏祭りでね、こう花火大会に行くのもやりたい。やりたい。浴衣着たい。浴衣着たいね。なんか私、最近の動画でね、出してたんだよね。最近購入した浴衣っていうのをちょっと皆さんにお話をしてるんだけど、やっぱ浴衣を着たいよね。何色買ったの？私ね、白地に、ちょっと濃いめの青にしたんです。へー、珍しい。そう、私ピンクとか白とかね、黒ばっかりなんだけど、青にしたんだ。そう、普段着るものと浴衣って全然違うじゃん。だからなんか、せっかくなら普段着ない色にしようと思ってて、緑とかも見てたんだよ。おー、緑。そう、なんだけど、最終的にはなんかちょっと涼しい雰囲気が欲しくて、だから涼しい色の青にしようかなってなって、そう、ちょっと大人っぽい感じにしてみました。いいじゃん、髪とかもちょっとアップにしてさ。そう、今せっかく伸ばしてるからね。お団子とかにしてやったら可愛くない？絶対可愛いよね。そうそう。いいね。花火大会。この辺で花火大会ってどこでやってるんだ？あんま知らないんだけど。なんかね、福岡有名な花火大会があって、福岡県の門司港っていう、まあ、大きな港があって、で、そこってさ、反対側がすぐ山口県の下関じゃん？で、その門司港と下関ってほんとめっちゃ反対側が見えるくらい近いじゃん。で、同じ日に、同じ時間に花火大会をするんだって。その門司港と下関で。で、もう本当に言ったら競うように、どっちが綺麗な花火をあげれるか。面白いね。そうそうそう。っていう、なんか夏祭りがあるらしくて、もう私もね、行ったことはないんだけど、なんかそれがね、九州のすごい有名な夏祭りらしいから、行ってみたいかも。ね、行ってみたい。でも、門司の方行くって言ったらちょっと遠いよね。そう、車でだと多分普通に行ったら1時間かかんないと思うけど、でも多分めっちゃ混むよ。その日だけはね、多分めっちゃ混むから、前入りして、なんか文字とかちょっと観光して、夜行って、で、またその日も泊まってとかにして、帰りもね、多分ごった返してるから。でもね、もう日程出てるから、ホテルとか調べたけどね、めっちゃ高いし、めっちゃ、もういっぱいですとかだったから。わ、そっか。結構、厳しいかな。満員電車でも、もう覚悟して、電車で行くのが一番確実かもしれない。まあ、そうか。そう。なるほどね。車だと読めないもんね、時間が。そうだね。ほんと進まない可能性があるから。そうだね。車から花火見ることになっちゃうもんな。ねえ、ちょっとやだよね。やだ。だから、そうだね。なんか電車が多分一番確実なんだけど、私一回電車で行ってて、一回乗り換えが必要だったかな、確か。だったんだけど、1時間半かかんなかったかな、くらいなんだけど、それずっと立つって結構きついなとは思ってる。きついね。から、まあ、迷ってるけど、でも、せっかく福岡行ったらさ、そういう有名なやつ一個行ってみたいから、そうだね。そう、ちょっとハン君もね、一緒に、浴衣かジンベエか今迷ってるんだけど、ハン君。うわ、あるよね、くん、ちょっと待って。どっちもね、似合いそうなんだよね。浴衣着てほしいかも。いや、わかる。ハン君さ、肩幅があって、
だからなんか浴衣似合う気がするんだけど、うん、本人的には私がね浴衣は結構暑いよっていう話はしたから、ね、ちょっとそれが不安みたいで、ジンベエと迷ってる今は。ハン君浴衣着てほしいかも。似合うよね多分ね。絶対似合うよ。かっこいいんじゃない？似合うと思う。似合うと思う。だって旅館とかでさ着たりしないの？こないだそれこそ一緒にいた時は着たんだけど、ちょっとハン君には短かったんだよね、サイズが。だからなんかなんていうんだろうね、あれサイズ結構命だもんね。そう手もさめっちゃ余ってるし足のとこもめっちゃ出てて、そうなんだ。ちょっとなんか変だった。そう、ツンツルテンだった。可愛かったよ。そうなんだ。そう。いやでもちょっとハン君の浴衣は見たいかもな。でしょ。だよね。だけど、なんかハン君と今言ってるのは、ハン君今京都も行きたくて、京都に行った時に着物が着たいから、いいね。そう、だから夏祭りはジンベエにしようかなも言ってた。いいかもいいかも。ちょっと迷うよね。だからまあギリギリまでね、ちょっと一緒に悩んでみようかなと。なるほどね。そっか。まいちゃん彼氏は？全然そんな話してないけど、でもさ、着るならさジンベエっぽくない？確かにそうだね。そうだよね。どちらかというとさ、ジンベエの方が。でも浴衣も似合いそうだけどな。似合うかな。なんかさ、私のイメージね、まいちゃんの彼氏ってちょっとさ肌が焼けてるじゃん。そうだね。すごい。だからなんか、なんていうんだろう、こう浴衣着て腕まくりしてさ、こうやっていいかも。いや、そんなに大人っぽくないよ。やんちゃだもん。そうだよね。どちらかというと、無邪気なところが私は結構好きだけど、そういう感じだから。確かに。してほしいね。あとさ、バーベキューしたい。バーベキューしようよ。しよう？なんかさ、やっぱバーベキューってさ、夏、やりたいっていうのと、たださ、2人とかでやるものでもないじゃん。まあね、それもそれで緩くていいかもしれないけど、いっぱいいた方がなんかワイワイできるよね。そう。だからお互い彼氏とか呼んで、バーベキューとかはやりたいかな。やりたい。ね、お肉とかさめっちゃいっぱい買ってさ、それが楽しくない？スーパーでさ、これくらいの量でいいかな、これちょっと高いの買っちゃうとか言ってさ、やるの楽しくない？ね、飲み物もさ、誰買うとかさ、タレも2個3個いろんな種類買ってこうみたいな。結局余っちゃうんだよね。最後はさ、こうバーベキューあったらさ、じゃあどれ持って帰るかじゃんけんしよう。やる。ね、ドリンク持って帰りたい人とタレ持って帰りたい人と、お肉とかね、ソーセージとかやる。あれ楽しいよね。楽しい。やろうよ。バーベキューはね、今年1個やりたいかな。いいね。なんかだから私もさ、あんま夏アクティブに動くタイプではないんだけど、でもそれでもやっぱ楽しまなきゃ。いや、そうだよね。そうだよ、せっかく。でもさ、バーベキューとかそれこそ、本当は自然のあるとこでやりたい。けどさ、結構めんどくさいじゃん。準備したり、火つけたり、後片付けもさ、なんか準備はまだこれから食べれるって思ってやるから楽しいけど、片付けって一番めんどくさくない？めんどくさい。もうお腹いっぱいで動きたくないっていう時にさ、めっちゃいろんなもの残っててさ、ガシャーってなるよね。そう。だからできれば、なんか食材だけ持って行って、できるようなとことかがよくない？そうだね。だからバーベキューもなんかちょっといろいろ場所調べてみなきゃだね。そうだね。やりたいな。やりたい。バーベキューか。あとはそうだね。ドライブ行きたい。ね、阿蘇とか行きたい。ドライブ行きたい。ね。なんかさ、夏めっちゃ天気がいい日にさ、ドライブでさ、こう歌いながらさ、みんなで行くとかめっちゃ楽しいじゃん。めっちゃいい。それこそさ、なんかさ、私たちもさ、なんか今日めっちゃ晴れてるし、ドライブ行くかとかで、レンタカー借りていくとかでもいいかも。ね。いいかもしれない。晴れた日に、晴れてるところにめがけていく。そういうのもやりたいかな。なんかさ、その阿蘇ももちろんいいし、私結構海を見ながら、ドライブするの好きなのよ。海沿いをね。そう、海沿いのなんかいいドライブコースとかないかなと思って。でもさ、あれじゃない？それこそ福岡のさ、糸島とかから、佐賀の唐津まで。確かに。ね、ずっと海沿いだよね。ありそう。そういうのもちょっとやってみたいな。わかる。なんかあえてさ、その佐賀とかってさ、あんまり行かないじゃん？狙って行かないけど、あえてそのあたりで行きたいご飯屋さんとかカフェとかを、そこ目的地にしといて、そこまでのルートめっちゃゆっくりこう、海沿いで行くとかよくない？めっちゃいい。ね。
やりたいことがいっぱい、夏も楽しみましょう。楽しみです、はい、ということで今日の動画は以上になります。まいちゃんのレッスンのお得情報なんですけど、実はまいちゃん今回この動画から予約してくれた方限定でトライアルレッスンのディスカウントを用意してくれました。ありがとう。まいちゃんのそのトライアルレッスンなんですけど、概要欄にリンクが2つあります。1つがまいちゃんのインスタグラムのアカウントのリンクで、もう1つトライアルレッスンはこちらって書いてある方のリンクから予約ができるので、ぜひぜひちょっとそっちも見てみてください。はい。ということで、ちょっとまいちゃんのレッスンのおすすめの話とか、なんかこんなことできるよとか。おすすめの話か。そう。なんかぜひぜひちょっと聞かせてもらえたらと思うんですけど。今、まいちゃんのレッスンはどんな人が受けてる？国籍で言ったら結構いっぱいいて、アメリカ、あとヨーロッパの方もいるし、あとアジア系、中国、韓国とかの方もいて、そうだね、オーストラリア、スコットランド、スペインとか、すごいね。ルーマニアとか、世界中だね、フランスとか、すごい。結構いっぱい国籍で言うと、いろんな人がいて、レベルで言うと本当に初級、ひらがなもわからないよっていうところから始めた人もいれば、もう本当に超いろんなこと喋れて、JLPT も N1 持ってますっていう人もいるかな。あ、そうなんだ。初級の人もいるんだね。いる。全然完全ビギナーですけど大丈夫ですかってメッセージ来たりする。めっちゃいいね。そっかそっか。ちなみにトライアルレッスンっていうのは何をするの？トライアルレッスンは、そうだね、まず、自己紹介して、その後、多分、なんだろうな、レッスンを受けに来てくれてるってことは何か悩みがあったりとか、こういうところを、こういう風にもうちょっと上手くなりたいな、みたいなゴールとかがあると思うから、それをちょっと聞かせてもらって、じゃあこういう風にここから勉強していきましょう、みたいなものを一緒にロードマップみたいなのを作って、あとは、今、テキストをね、いろいろ作ってる、オリジナルで作ってるんですけど、それを紹介したりとか、実際に授業ちょっとやってみてどうですかみたいな、本当にミニレッスンみたいなものをやったりするかな。めっちゃいいね。そっか。ちなみになんかそのトライアルレッスンから、じゃあこれからもレッスンお願いしますっていう風になる生徒さんっていうのはどんくらいいる？だいたい9割くらいの人が進んでくれるかも。すごい。9割ってさ、それってあんまりないよね、多分。どうなんだろうね。でも、だいぶ、たくさん進んでくれるイメージだね。すごいな。その場で、じゃあ、もう次回までにこの宿題やってきてくださいね、みたいな感じで、トライアルレッスンとは言っても、それが初回レッスンで、次からもうこっから始めますよ、みたいにして、どんどんもうレッスンしていくっていう感じの流れが多いかな。すごいね。そっかそっか。それはやっぱりこのトライアルレッスンでさ、このレッスンいいなって思ってくれてるから、進んでくれてる。いやー、嬉しいです、本当に。だからね、そう、まいちゃん実はすごい人気な先生で、もう今もね、レッスンでいっぱいで。そうだね、毎日。8レッスン、9レッスンとかだよね。してる。でも今回そんな中で、この動画限定で、そのディスカウント、もう他ではやってないんだよね。やってないね。だよね。なので、もうほんとこの動画限定のディスカウントなので、もうぜひぜひ皆さん、この機会を逃さず、気になる方ちょっとチェックしてみてください。皆さん会いましょう。はい。ということで、今日の動画は以上になります。まいちゃんのトライアルレッスンのディスカウントが7月の26日までになってます。26日までに予約してくださった方は、私の動画のリンクから予約したらディスカウントが受けられるので、はい、ちょっとチェックしてみてください。お願いします。はい、ということでまた来週もまいちゃん登場してくれるので、ぜひ楽しみに待っていてください。それではまた来週お会いしましょう。またね。またね。